フォトショップで手軽にデフユーズマップを強化するテク。今日は手数を減らしつつ映えるテクスチャーを描きたい人のためのテクニックの紹介です。今見てもらってるのはスケッチファブの画面ですけど、現状のテクスチャ進捗です。サメってこんなに傷だらけになって一生懸命生きてるんだなって思いながら傷書き込んでたんですけど、ピッと線引いただけじゃ傷の深さって出ないですよね。かといって陰影とかハイライトを無数にある傷に対して手書きするのは大変。そんな時役立ってくれるのがフォトショップのレイヤー効果レベルです。今回使えるテクスチャはデフユーズマップのみの使用という想定で作業を進めているので、ノーマルマップなしに立体感を出すことになります。なのでハイライトもテクスチャに書き込んでしまいます。PBR ではダメですけどね。マヤのビューで見てみましょう。今これが現状のテクスチャですけど、傷を見ていてください。フォトショップレイヤー効果をオフにしてみます。はい。部分的に変わったのわかりました？ではもう一度レイヤー効果があるとき、ないとき、あるとき点滅させてみます。これが PSD の傷レイヤーです。このレイヤーを乗せただけのテクスチャがこちら。これにレイヤー効果をかけるとこうなります。あるときですね。サメの鼻先にあるボツボツにもこのレイヤー効果を使っています。これがボツボツレイヤーです。ボツボツレイヤーを乗せた PSD でボツボツにレベルを適用するとこうなります。1つ1ピクセルのボツボツなのでこんな設定で使ってますよ。サイズ0。傷のレイヤー効果を見てみましょう。レベルの設定です。ここで気を使いたいのは角度です。5D 表面の向きによって角度を変えないとどこからライトが照射されてるかわからないテクスチャになってしまうので、5D の部位によってレイヤーを分けています。傷左とか傷右とか胸びれといった風にね。以上です。また今見てもらってるみたいなモーションを作るための簡単なスキニングについてもお話しできればと思っています。モデラーなのでモーションはできませんけどね。ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。マヤハックでした。